国家社会を離れ、人類を離れた個人というものは存在しないんだということをね、じーっと深く考えてもらいたいんです。国というものをないがしろにしてね、あるいは地球人類というものをないがしろにして、自分だけがね、自分たちの家庭だけが、その人たちが無事に送れればいいなんていうケチな考えはね、それはおのずから自分の命を縮めている隣なんです。国というのは自分の体のようなもんです。地球というのも自分の体のようなもんです。小さい体が自分の肉体であり、またちょっと大きい体が自分の家庭であり、ちょっと大きい体が国なんですよね。もうちょっと大きい体が地球人類なんです。地球なんです。と一番大事な地球というものの運命をないがしろにしてですよ、自分の一番小さい体だけ守ろうとしたってね、それはもうね、神様から見ると滑稽至極ですよ、それはね。ですからね、自分というものが本当に守りたかったらば、国を守らなきゃならない。本当に国を安泰にしようと思ったら、地球を守らなきゃならない。私なんか今ね、非常に喘息の君でね、喘息の君ってのは、今まで1日700人ぐらい人に会ってますよ。ほいで、狭い部屋で、唇拭いたり、頭で叩いたりしてます。そうすると、みんなの業と一緒に炭酸ガスも入ってくるわけですよね。毎日700人炭酸ガス吸ってるんですから。ふーふーってやってるでしょ。だから、炭酸ガスもたくさん吸うし、みんなの業も吸うし、体が普通より、なんか苦しいのは当たり前ですよね。で、喘息みたいですけども、休みはしません。毎日やってます。なぜね、できるかというと、自分の体なんてあんまり考えてないんですよね。私がこの世にあるうちに、何とかして日本を安泰にしたい。何とかして地球世界を平和にしたいというね、そういう念願だけしかないんですよ。自分なんか全然必要ないんですよ。個人の自分がただね、安楽に生きてどうなりますか？個人の自分がただ安楽に生きてね、いい生活をしたって、それが一体何になるのかしら。70年、80年経ったら、なくなっちゃうんですよ、それは。後に残るものは何か。死骸と、骨とですよ。皮もなくなって焼けちゃうからね、骨だけですよ。それでやってきた業績だけです。何の種がしは、自分のことばかり考えて、自分の儲けばかり考えて、自分の地位ばかり考えて、自分の贅沢ばかり考えて、それで生きていたという、そういう記録が残るだけです、閻魔の帳に。閻魔の帳ってあるんですよ。こんな大きなものを持って、待って、そんなことはないけどね。でもそれと同じようなことがあるわけです。閻魔の帳でちゃんと、証魔の鏡ですね。証魔の鏡って自分の本心が見るわけです。人間が亡くなりますでしょ。そうすると亡くなる間際にね、ざーっと自分の今までやってきたことがざーっと見えるんです。ね。それから無意識状態で行ってしまった人は、あの世へ行ってから、過去世から今日に至るまでの、その日まで至るまでのいろんな自分のやってきたことがざーっと照らされるんですよ。そうすると、それが悪いね、思い、いわゆるいいことしてないですね。自分だけのことを考えていたような波はね、その波は黒くぼねになって、ざーっと渦巻い、よく、村さんが書きますよね。豪壮年波がざーっと帰ってくるんですよ。そうするとそれに巻き込まれて、落っこっていく。暗いところに落っこっていくんですよね。自分だけのことを考えた人は自分だけの世界。一家族のことだけ考えた人は一家族の世界。そういう狭い世界に転落していく。だから100歳まで生きたとしてもですよ、100歳後はそういう人は暗い生活をするわけです。だから暗い生活をしている人は実に多いですよ。そして暗い生活の末に本然と気がついて、ね、今度は捨て身な修行をするわけです。そしてやがてまた綺麗になって生まれ変わってきたりなんかするわけですね。ですからね、
個人の生きた50年、100年ってのは短いし儚いですよ。私どもはね、一人の人を見ますでしょ。そうと、その人は今、50代、50、60代、60とします。ずーっと見てると、10歳ぐらいの時はこうしてたら、赤ん坊の時はこうだった。過去はこうだったってずーっと見ていくんですよ。だから現在いい人であってもね、現在いい人であって、不幸な境遇にある人ありますね。あんないい人はどうしてこんな不幸な状態にいるだろうという、そういう人がいるわけです。と先生、誰かさんはあんなに立派ないい人なのに、どうしてこんな不幸に神様はするんでしょうと。そう言って訴えてくる人があります。ところが、私がそのいい人という人を見ていますと、なるほどね。根性ではいいんですよ、根性ではね。根性の50年、60年はいいんです。ところが、前生、またその前の前生、前々生、ずーっと見ますとね、もう通算した前生、過去世がとっても悪いんですね。人を裏切り、人を陥れ、人の首を切り、で自分だけの栄達を図ったというような記録がずっと続いてますとね、丸々60年いいことをしても、前の悪いことがね、何千年とあったとしたらば、ね、いいことは何千年、悪いことは何千年していて、いいことが60年かしないわけでしょ。さしき、ね、どうなりますか。悪いことばかり残っちゃうでしょ。そういうような生き方をしていた人が、根性、少しぐらいのいいことをしたと、いい人だと言われてね、それで悪い境遇にあるとする。貧乏なり、あるいは地位がなかったり、病気で苦しんで一生を送ったり、いろいろありますね、いい人と言われる人ですよ。それで、その人はそれで諦めていればいいですけども、その人がね、私はなんて不幸なんだろう、私は悪いことも何もしないのに、なぜこんな不幸の目に遭うんだろうというようなことをぼやいているとするならば、そういう人はちっとまた良くなれません。また同じことです。罪は消えないんですよ。過去世の罪を消す一番いい方法というのは、現れてきた自分の運命や災難をですね、これは過去世の因縁の消えていく姿だな。私は自分で気がつかないけれども、こういう悪い運命に置かれることは、自分が過去世において散々悪いことをした報いが、ここに現れて自分の運命と現れているんだなと。自分の運命として現れているんだなと。そういうことをはっきり自分で認めて、これは消えていく姿だな、神様ごめんください。どうか私がいい人間になりますように、私の天命が全うされますように。ね。私が言えば、この世界平和のようにね、全うされる。どうかみんなが幸せになりますように、世界人類が平和でありますように。そういうふうに、自分の悪い境遇、ね、悪い状態、悪い環境を元にして、煩悩を元にして、菩提心に変えらなきゃいけませんよね。菩提心というのは世界人類が平和であります。みんなが幸せであります。どうかみんなが幸せでありますようにというような深い人類愛ですね。みんなの幸せを祈るような深い人類愛が菩提心です。菩薩心ですね。自分の境遇の悪さを自分でブツブツ言ったり、人に訴えたりしないで、その境遇の悪さが消えてく姿な、過去世において犯した罪はここで消えて、借金を返しているんだなと、本当に深く思って、それをパッと消えてく姿にして、世界人類が平和でありますように、日本が平和でありますように、私たちの天命が全うされますように、そういうような祈り心に変えていくところにですよ、人間が素晴らしい神の子である実態が示されるんですよね。本来は人間は現れているのは神に過ぎないんですよ。本来は神の御心にあるのに、御心の中にあるのに、自分は小さいこっちの個人の肉体のね、荒い波動の中に入り込んじゃって、ちょうど眉が蚕の中閉じこもってこうやって生きているわけです。それをやってたらいつまで経っても人間は幸せになりません。ね、小さな正義感でね、例えば良さそうに見えても小さな正義感で政府が何か政府を潰そう、なんとかしたいって言ってね、学生が騒いだり、ね、共産主義者の人たちが騒いだりしてましょう。あれはね、
まあ、傍から見ると正義に見える時もあるんですよ。ね。しかし、大きな目から見ますとね、何にも知らない、真理を知らない人なんですね。いかに相手が悪か、強盗やなんかいつも言うけど、強盗やなんか別ですよ。強盗が襲ってきたら、バーンってぶん殴って殺しちゃったって、これはね、強盗には裏にはしませんよね。僕は悪いんだから。そういうんじゃなくって、思想的な違い、ね、そういうものでもって相対しているときに、相手を憎んでね、相手を陥れて、相手を叩き潰して、自分がなろうというような、そういうケチな根性はね、神様の御心にはないんですよね。だから、右翼であろうと左翼であろうと、相手を叩き潰して、それで平和を勝ち取ろうなんていうことは、これはもうとんでもない大間違いです。そうやっている以上は、そういう人も滅びてしまうし、ね、やられた方も、この地球そのものも滅びてしまうんですよ。だから、共産主義革命にしろ、右翼革命にしろ、革命というようなね、相手を倒して、それで自分たちの天下を作ろうというような、ちっちゃな根性じゃね、宇宙の中の地球の一員ということにはならないんです。なぜならば、この人間というものは、ここに分かれておりますけれどもね、元は大神様の中で一つなんですよ。兄弟姉妹なんです。一つの人間なんです。それは仮に別れ別れに来ているのに、ね、相手は兄弟ですよ。それをぶん殴って叩いて、皆さんがまあ、自分の弟なり妹なり、兄貴なんて喧嘩してね、引っ張られて殺したりなんかしたらばね、どんなに悔いることでしょう。気違いでない限りはね、非常に介護の涙にくれましょう。それと同じことであってね、たとえそれが共産主義であろうと、右翼であろうと、ね、間違った政治してようと、それを暴力でもってね、精神暴力あるいは武力の暴力でもって叩き潰すようなことをしたならば、その思いというものはね、その誤りというものは終生帰らないんですよ。それを繰り返していればね、いつまで経っても地球というものは、争いに満ちた戦争に満ちた世界で、ね、世界を抜けることはできませんです。それを神様は上から見ていてね、こらいかんな、これではどうにもならないと思ってね、それでお釈迦様も使わしたんだし、イエスさんも治療に打ってくられて、老子さんも打ってくられる。そういう形で打ってきて、現在は私はね、世界平和の犬というものを神様から授かって、それでここにいるわけですね。ですから皆さんがね、ご自分が幸せになりたいと思ったら、あるいは国を愛する心があるならば、あるいは地球世界を滅ぼしたくないならば、自分の家庭、個人の家庭を思ってもちろんよくございます。思うなって言ったって思いますよ、これはね。思うなというのは無理だろうから、思って結構ですから、自分の家庭を守りながら、自分を守りながら、しかもそれに加えて、常に世界人類が平和でありますように、世界人類が平和でありますように、日本が平和でありますように、みんなの天命が全うされますようにという深い祈り心を日常茶飯事に加えていただきたいんですよね。